あなたが思わず殺意を抱いたその言葉はどんな言葉ですか？遡ることおよそ13年前の2010年3月30日、中国四川省成都市。キャー！誰か助けて！その日の午後9時頃、名門として知られる四川大学のキャンパス内に突如、女性の叫び声が響き渡りました。まだキャンパスに残っていた2人の男子生徒は顔を見合わせると、声の聞こえた方へ急ぎます。彼らが駆けつけた先にいたのは、この大学に通う男子生徒、ゾン・シージェ。誰でもいいから殺してやる。そう叫んだゾンの右手には血の滴ったナイフ。そして彼の傍らには血まみれの女子生徒が一人横たわっていました。ゾンは大学でもトップクラスの優等生で、本来はとてもおとなしい生徒。そんな彼が殺人鬼に表変してしまったのは、同級生のとある一言がきっかけでした。あいつ、キモいよな。同級生の心ない発言をきっかけに怒りを爆発させた青年。一言の悪口がきっかけで殺人に手を染めてしまった彼の心の闇とは。青年を追い詰めてしまったのは彼自身が築き上げた唯一のプライドだったんです。おそす VTuber のイラストとかなんかモデリングとかできる人募集してたりするよ。ケンちゃんです。100万点バラサロメが大好き闇あみこですわ。本日ご紹介するのは大学のキャンパス内で起こった無差別殺人事件なんです。犯人はですね、なんと学校内でもとびきり優秀な生徒だったんです。大学内でその優等生ってことでしょ、何があったのかしら。優等生が感じてたストレスがマックス値を超えちゃったのかもしれないんですけど、一体ね、それによって何が当日に起こってしまったのか。まずはその当日のキャンパスの様子から見ていきたいと思います。血に濡れたキャンパス。遡ることおよそ13年前の2010年3月30日、中国四川省成都市。午後9時20分、ほとんどの生徒が帰路に着いた後、四川大学のキャンパスは静寂に包まれていました。そうやって何気ない一日が終わりを迎えようとしていたその時、ナイフを持った男がキャンパスをうろついているんです。突如として警備室へ寄せられたその通報。電話越しに聞こえた生徒の声は真に迫っており、警備員は一言で事態の深刻さを察します。わかりました。すぐに向かいます。その後、警備員は駆けつけた警察と共に現場へ向かいますが、その道中、キャー！誰か助けて！校舎内にけたたましい叫び声が響き渡ったんです。やばいやばい、早く行かないと。警察と警備員駆けつけた時、手遅れだった。警備員と警察は慌てて声の方向へ急行。するとそこには血まみれの状態で倒れている女子生徒1人と苦しそうにうずくまる男子生徒2人の姿が。そして彼らの前には呆然と佇む1人の男子生徒が。その手には赤く血塗られたナイフが握られていました。ナイフを捨てなさい！とっさにそう叫んだ警察の姿を見ると、男はすぐに観念し、現行犯で逮捕されることになります。逮捕された男の名前はゾン・シージェ、20歳。大学内でも特に成績優秀で知られていた学生でした。そして警察へ連行されたゾンは自身の犯行動機についてはっきりとこう語ったんです。みんなが俺の顔をキモいって言いやがったんだ。よし言われたら誰だって傷つくし頭にくるのはわかるんだけどさ、そこからナイフ振り回すってなんか過去に積み上がってきたものがあったとしか思えないのよ。ゾンはね、なんでそんなにキモいっていう友達の一言に過剰反応してしまったのか。それを紐解くには彼の生い立ちに迫っていく必要があるんです。村の誇り。1989年11月15日、ゾン・シージェは中国四川省遼山州の小さな村で生を受けます。ゾンの故郷は村全体が裕福とは言えず、その暮らしは質素なものでした。ただ、その分家族の絆は強く、幼少期のゾンは至って平穏な日々を過ごしていたんです。そんなゾンに大きな影響を与えたのが彼の兄の存在。ゾンの兄は非常に頭のいい青年で、周囲の村人からも将来を期待されていたんですが、大学受験のその年、こんなことを言い出すんです。ゾン、俺は大学へは進まず、働くことにする。優秀な兄を尊敬していたゾンはその言葉にあっけに取られていました。すると兄はにっこりと笑い、ゾンの頭にポンと手を置くと言い聞かせるようにこう話したんです。お前は俺よりずっと頭がいい。村のみんなの希望なんだ。だから俺の分まで勉強していい大学に進んでくれ。そう、兄は貧しい家系からゾンの学費を捻出するため、自身は大学進学を諦めて働くことにしたんです。そんな兄の思いやりを前にゾンはこの時固く覚悟を決めました。死ぬ気で勉強して俺が家族を楽させてやるんだ。家族思いの素敵なお兄ちゃんじゃないの、お兄ちゃんも優秀なのに大学行けないなんて本当にもったいないわ。そうですよね。中国ではですね、相当なお金持ちじゃない限り、兄弟揃って大学に行かせるのって本当難しいんです。そういうね、事情があったんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、中国の大学受験について。
中国では大学のレベルで人生がほぼ決まるとされており、日本以上に壮絶な受験戦争が繰り広げられているんです。この受験戦争を生き残るため、受験の年を迎えた子供に対しては、日本円で年間300万円以上の教育費をかける親もいるほど、中国において中高生は生活のほとんどを学業に充てており、その精神的肉体的な負担は計り知れません。近年はそのストレスが問題視され、2021年には宿題禁止令が発令されることに、過剰な学業の強要に苦しむ子供を保護する動きが活発になっているんです。大学受験に挑む多くの学生と同じく、ゾンは兄弟や両親のため脇目も振らずに勉学に勤しみました。そんな努力は見事に報われ、村一番の天才と称されたゾンの成績はみるみる上がっていきます。しかし2005年、ゾンが16歳を迎えたその年、彼の努力を嘲笑うかのような残酷な出来事が起こるんです。ゾン、母さんがまだ帰ってこないんだ。一緒に探してくれ。その晩、ゾンの部屋に飛び込んできた兄は血の気の引いた顔でそう呼びかけました。実はゾンの母親は精神病を患っており、何も言わずにふらっといなくなることが時折あったんです。この時ばかりはゾンも勉強の手を止め、家族総出で母親の行方を探しました。しかしその姿はどこにも見当たらず、母親は何日経っても一向に帰ってこなかったんです。そして失踪から10日が経ったその日、祈るような思いで母の帰りを待っていた家族についにその行方が知らされることになるんです。母親が見つかったその場所は湖の底。水死体で発見されたってこと、自殺？原因はね、わからないんですけど、その可能性は高いんです。家族のために必死に勉学に勤しんできたゾンは、この一件で心に陰りを見せ始めるんです。俺は家族のために今まで頑張ってきた。一体これからどうすれば。母親の死によってゾンはそれまで追いかけてきた死ぬ気で勉強して家族を楽させるという目標に迷いを覚え始めるんです。家族内にも重苦しい雰囲気が漂い、ここから彼はみるみる塞ぎ込んでいきました。すっかり内向的になってしまったその性格が災いし、学校ではいじめの標的にされてしまうことも。そしてゾンがいくら悩みを相談しようとも、妻を失い無気力になった父親は決まってこう言うだけだったんです。どうでもいい。お前はとにかく大学に合格しろ。そこにかつての家族の温かな絆はみじんも残されていませんでした。父のその言葉を受け、ゾンはさらに落胆するんですが、同時に次のように思い直すんです。俺にはもう勉強しかない。死ぬ気で頑張っていい大学に入れば、父さんだってきっと認めてくれる。こうして迎えた2008年、18歳になったその年にゾンは名門、四川大学に首席で合格。本当にゾンは村始まって以来の天才だな。その健闘を称え、村人たちは総出でゾンを祝福しました。しかし、父さん、俺本当に頑張ったよ。嬉しそうにそう言ったゾンに対し、父親は表情一つ変えずに、そうか、と一言を口にしただけでした。息子が必死に頑張ったんだから、ねぎらいの言葉一言ぐらいかけてあげてよ。ですがね、お母さんが亡くなったことが尾を引いてたみたいなんですよ。こんな感じでね、ゾンの大学生活始まるんですけど、その生活はね、今まで感じたことがないようなほど輝かしいものだったんです。だからこそ彼はその生活を失ってしまうのが怖くなってしまっていたのかもしれません。青春時代。2008年、四川大学へ入学したゾンは故郷を離れ、寮生活をスタートさせるんです。勉強しかしてこなかったゾンにとって、その日々は非常に刺激的なものでした。ヘイパス！よっしゃー、ナイスシュー！体育館でバスケットボールに興じる学生たち。その中には大学へ進む以前からは想像もできない笑顔を見せるゾンの姿がありました。初めて知ったチームで行うスポーツの楽しさ、休憩中に友人と交わすたわいのない会話。ゾンにとってはその全てが眩しく見えていました。大学へ進んだゾンは、そうやって新しくできた友人と過ごす日々に大きな充実感を覚えていたんです。しかし、なあゾン、今からみんなで飯行くけどお前も来るだろ？ひとしきり汗を流し終わった後、友人からかけられたその言葉に表情を曇らせたゾン。いや、俺はやめとくよ。そう言うとゾンはそそくさと寮へ引き上げてしまうんです。そう、裕福な同級生とは違い、貧しい家庭で育ったゾンには外食が許されるだけのお金がなかったんです。彼は幸せな大学生活の中でも、このようなふとした瞬間に同級生との壁を感じずにはいられませんでした。確かに裕福じゃないことがコンプレックスだったのかもしれないけどさ、そういう家庭から首席で合格するまでになったわけじゃない。誇りに思っていいわよ、ほんと。そうなんですよね。ゾンはそんな中で勉強しか心の拠り所がなかったとも逆に言えるんです。そしてこのことはですね、彼に想像以上の重圧としてのしかかってくるんです。そんな。その晩、ゾンは自室で一人何かの用紙を手にし、カタカタと身を震わせていました。息が詰まるような感覚でゾンが見つめていたそれは、大学のテスト結果。そこには以前のゾンからは考えられないほど悪い結果が並んでいたんです。大学入学以来、新しい友人との充実した日々を送る中で、いつしかゾンは勉強がおろそかになっていたんです。ゾン、お前は村のみんなが言うように天才なんかじゃない。ゾン、お前は所詮ただの貧乏な田舎者だ。そう語りかけてくる答案用紙たちは、首席合格という事実だけで何とか自信を保っていたゾンの精神を崩壊させるには十分なものでした。以来ゾンはあれだけ楽しんでいたバスケにも参加しなくなり、自室へこもるようになります。そしてルームメイトには時折こんな
話を持ちかけるようになっていたんです。みんなが俺をバカにしてる気がする。そういう奴らを見ると殺してやりたくなるんだ。当然ルームメイトはゾンのその発言を冗談だと受け流していました。この時誰かが彼の異変に気がついていれば最悪の事態は免れられたのかもしれません。もうやめてよ。成績が下がったぐらいさ、また取り戻せるんだから頑張れば。こんなところで気やまないでほしいわよ。大学に入る前までのね、トラウマとかコンプレックスとかそういうのもいろいろあってさ、勉強っていうことに対する頭の比率が大きくなってたんでしょうね。そしてこの後ね、友人のあの一言によってゾンは強行に及んでしまうんです。崩壊と真実。2010年3月30日、自室にこもっていたゾンは隣のリビングから漏れてくる友人たちの声にじっと耳を傾けていました。勉強もできなくなってしまった。俺はなんて無価値な人間なんだ。繰り返しそう思考する日々の中で、彼は友人たちの噂話に人一倍敏感になっていたんです。そうやってゾンが神経を尖らせていたさなか、友人たちはついにその話題を口にしてしまうんです。あいつの顔ってキモいよな。ナイフを片手に鬼の形相で寮を飛び出したゾン。みんなが俺をバカにする。貧乏だから？キモいから？勉強だってどうせできない。ゾンは像をむき出しにしながら夜のキャンパスをあてもなく歩いていた。誰でもいい。誰でもいいから殺してやる。ゾンがそう口にした時、廊下の曲がり角から姿を現したのは一人の華奢な女子生徒。ゾンは血走った目をそのままにじっとりと低い声でつぶやいた。見つけたぞ。次の瞬間、ゾンは女子生徒へ向かって一目散に走り出していた。ゾンの異様なその様子に女子生徒はすぐさま危険を感じ取ったが、すでに遅かった。キャー！誰か助けて！女子生徒が悲鳴を上げると同時に、ゾンは一切の躊躇もなく持っていたナイフを振り下ろした。暗闇の中で赤黒い液体が一斉に吹き出す。お前も俺をバカにするんだろ。くそ、くそ、くそ。ゾンは何度も何度も女子生徒を突き刺した。ちょっと待ってよ。この女の子、キモいっていう発言とは全くの無関係な子じゃないのよ。そうなんですよ。しかもね、それだけじゃないんですよ。ゾンの激励に触れたね、同級生の一言。あれも実は勘違いだったんです。勘違い？女子生徒を殺害したゾンはその直後、駆けつけた男子生徒2人をナイフで攻撃。自分のしたことを受け止めきれずに呆然としているところを逮捕されることになります。こうして事件は1人の死者、2人の重傷者を出す悲惨な結末を迎え、幕を閉じたんです。さらに事件を受け、ゾンのルームメイトに事情聴取を行った警察は、犯行動機となった顔がキモいという発言について衝撃の事実を知ることになるんです。確かに、あの時はみんなでそういう話をしていました。ただ、僕がキモいと言ったのは、テレビに出てたタレントのことですよ。ルームメイトの話を別室で聞いていたゾンは、それがテレビの話だとは気がつかず、全くの勘違いで怒りを爆発させてしまったんです。完全な被害妄想じゃない、ここまで言っちゃったら。そうなんですよ。ゾンがね、ルームメイトにね、なんでそのキモいって言ったんだよって確認をしないにしても、なんで近くにいたルームメイトね、その発言した彼らじゃなくて、全然関係ない人から襲ったのかっていうね、そこがちょっとわかんなくないですか？まあ確かに。キモいという言葉を聞いたその時、張本人であるルームメイトを狙わなかったその理由について、ゾンは次のように語っています。ルームメイトは大切な友達なので、たとえバカにされたとしても、勉強一色だった生活を充実したものに変えてくれたルームメイトが、ゾンにとってかけがえのない存在であることは変わらなかったんです。その事実は彼が友人たちとの関係を失うことにこそ、何より恐怖を感じていたのだと物語るものでもありました。最終的にゾンに下された判決は死刑。こうして村一番の天才と呼ばれた青年は、20年の短い人生に幕を下ろすことになったんです。事件後、犠牲となってしまった女子生徒の遺族には、ゾンのふるさとの村から1万元以上の現金が送られました。村人たちは事件を嘆き悲しむと同時に、ゾンにプレッシャーをかけすぎた自分たちの行動を恥じ、村中から現金をかき集め、せめてものお詫びとしたんです。日本円換算で約15万円ほどのその額は、裕福ではない彼らにとって決して安くない金額でした。幼少の家庭環境や友人に恵まれず、優秀な大学に入ることでしか自分に存在価値を見出せなかったゾン。勉強ができるという唯一の拠り所を失えば、明るく花開いた大学生活も全て失ってしまう。過剰な重圧にさらされる日々の中で、彼はそんなありもしない思い込みに苛まれるようになっていたのかもしれません。